映画2001年宇宙の旅のオリオン号が新しいプラモデルになって登場いたしました。350分の1と72分の1の2つのスケールで同時発売となったこのプラモデル。今回は一挙に2つともご紹介いたします。ぜひ最後までご覧になってみてください。動画が気に入りましたらチャンネル登録をお願いいたします。ツールくんです。今回は2001年宇宙の旅に出てくる宇宙船のプラモデルを紹介します。宇宙船の名はオリオン3なんですが、箱にはスペースクリッパーって書いてありますね。スペースシャトルみたいなもんですかね。こちら、実は2種類同時に発売されてまして、一つはこちら350分の1スケールのプラスチックモデル、もう一つは後で紹介をする72分の1スケールのプラモデルになります。こちら350分の1スケールのプラモデルから開封をしていきます。こちら箱の方は非常にシンプルになってまして、この表の絵がですね、全てのサイドに載ってるという感じで、特にプラモデルの写真等は載せてないみたいですね。こちら輸入販売元のプラッツさんが、日本語のですね、組み立て説明書ですね、こちらを用意しているようなので、こちらの方も後で見ていきたいと思います。では開封の方をしていきましょう。中身は寂しいですねかなり寂しい感じですね。まずは、スタンドの方ですね。スタンドとあとクリアパーツが若干窓関係ですね、入っているようです。それから本体はこれですね。成型色は白じゃないんですね。少しグレーがかって見えますね。あとはこちらおそらくデカールの方ですね。水転写式かな。あと、こちらマニュアルの方ですね。当然マニュアルはすべて英語表記になっています。一応カラーのマニュアルになってますね。小さいながらも頑張ってるって感じですかね。こちら350分の1のオリオン3のプラモデルの開封となります。それでは部品の方から見ていきましょう。こちら本体の方から開いていきます。一応モールドが細かくはされていますね。それからこちらの方が羽の部分ですね。上面と仮面、ただし、残念ながらモールドがですね、かなり省略されています。こちらの方もモールドなし、モールドなし、モールドなしですね。あと本体後部のアンテナなのかな、これがなぜか2本ついてますね。壊れやすいから予備品ということなんですかね。あと後ろのエンジン部分ですね、別パーツになってます。本当にシンプルな構成ですよね。それからこちらデカールの方ですね。こちらデカールの方は水転写式ですね。こちらデカールの方なんですが、さっき言った翼のモールドの省略した部分をデカールで表現してるっていう感じなんですね。モールドをデカールで表現するというのはなかなか、斬新というか、あまり見たことがないパターンですね。こちら翼の上面と仮面のデカールが
モールド代わりのデカールがついているという感じですね。あと機種周りとか胴体部分のデカールもついてますね。で、皆さんお気づきでしょうが、パンナムのロゴは入っていません。版権の問題とかあるんでしょうが、かなり残念な部分ですよね。モデラーとしてはどうやってあれを再現していくかっていうところがミソなんですよね。あとはですね、こちら台座の方ですね、クリアパーツになってます。地球のモールドが入っているようなスタンドになっています。相変わらず若干のバリが出てますね。あとは、こちら宇宙船の方の窓ですね。正面の窓と側面の窓のクリアパーツが入ってます。せっかくなんで少し軽く組んでみましょうか。もうあっという間に組めてしまう感じですかね。肺の方は正直あまり良くなさそうですね。隙間が結構空く感じなので調整がそれなりに必要ですね。本体はモールドがしてあるんだけど翼の方はモールドがしていないという感じですね。大きさ的には350分の1のディスカバリー号と同じ大きさになってますので、もし完成した暁ぜひ並べて展示したいところですね。お手軽なキットではありますが、正直この内容で結構高いなっていう感じはしますね。もちろんお好きな方はぜひ手に入れてですね、細かく仕上げていただければと思います。こちらの方が350分の1のオリオン号という感じですね。それではこちらの日本限定サービス組み立て説明書大役表ですね。こちらを確認してみましょう。こちらが説明書の大役表になっています。こちらと説明書の方を見比べて、こういった文言ですね。こういった文言をこちらで確認することができるといったところですかね。1番が胴体になっていて、こちらの胴体の部分ですね。ABC とあって ABC ですね。こういった大役の見方をしながら、作業ができるという形になっています。正直英語を見ながらやるよりは楽かなという感じですね。惜しむらくはマニュアル全体が日本語化されているわけではないというところですかね。それでもかなり参考になると思いますので、ぜひ活用してみてください。こちらの方がオリオン号の72分の1スケールのプラスチックモデルキットとなります。さすがに72分の1スケールだけあって、先ほどの350分の1の4倍ぐらいの大きさの箱ですかね。ただし厚さの方はそれほど厚くありません。ボックスアートの方は全くもって350分の1と同じボックスアートになってますね。少し同じ絵っていうのも工夫がなくてちょっと残念ですね。サイドの方は表紙の絵が採用されていて、裏面も特に何もなしという感じですね。非常にシンプルなボックスになってます。それでは開封いたします。ちなみにこちらの72分の1スケールのプラモデルの方も
マニュアルの方ですね、日本語化がされているようです。はい、箱の方オープン。物の方はさすがに大きいみたいですね。こちら本体ですね。パーツ割れは非常にシンプルなようです。こちらが本体後部ですね。やっぱかなりでかいですね。それからこちらが羽の方ですね。羽の方とあと内装のパーツが少し入ってそうですね。あとこちらが機体仮面のパーツですね。やっぱり結構大きいですよね。それから台座の方ですね。台座の方も結構大きさがありますね。あとクリアパーツが入ってるっていう感じですね。デカールの方は正直350分の1よりも小さいぐらいのデカールですね。それからマニュアルはカラーのマニュアルで表記は英語のみという形になってますね。結構大きめのキットではありますが、パーツ割りはそれほど細かくはなさそうです。塗装ガイドは本当に白と黒しか書いてませんね。シンプルでいいですね。それでは72分の1サイズのオリオン号を見ていきましょう。こちらまずは機種部分ですね。こちら機種部分になります。分割としては単純な分割で、モールドに関してもそこそこといったところですかね。こちらが機体の後部になります。エンジンブロックなんですが、こちらも結構シンプルな割りになっていますね。こんな形でエンジン部分が分割されています。分割線が機体の上部にもろに出てますんで、ここら辺の合わせ目処理が結構大変そうですね。羽の部分を開けますと、やっぱり大きいですね。こちらには座席ですね。これ全部客席の座席ですね。ここに操縦席が見えますね。エンジンの噴射口、窓枠、あと後ろのアンテナ関係ですね。こちらは350分の1と違ってちゃんと機体にモールドが入ってます。比較的シャープなモールドが入ってますね。パネルの塗り分けが結構楽そうでいいですね。こうやって見ると分割はほとんど350分の1に近いような分割ですね。接続部分になると思うので、ちょっと先に切ってしまいますかね。こういった T 字型の固定部分も350分の1とほとんど一緒ですね。これは客席部分の天井ですね。こちらには客席の床の部分ですね。つるっとしているわけではなく、少しマットな仕上げになってますね。要はザラザラしたような仕上げになってます。こちら台座の方も350分の1のものを大きくしたようなイメージがありますね。クリアパーツ、客席の窓と操縦席の窓、おそらく羽の両端にある、ココ灯のクリアパーツですかね。電飾しろよという感じですかね。胴体周りの部分の
スラスターなんですかね、用の黒ですね。と若干のマーキングがあるぐらいのもんですね。まあ残念ながらこちらもパンナムのマークは入っていません。パンナムのマークは何かやり方考えないとダメですね。それでは72分の1の4号の合体をしましょう。これは少し仮止めしづらいですね。羽の上に乗せます。だいたい組むとこんな感じですかね。そうですね。何センチぐらいあるんだろう。だいたい80センチ弱といったところですね。画面に入りきれないぐらいの迫力がたまらないですね。もちろん内部は空洞なので電飾がバンバンできますし、こういった短文ですね、クリアパーツ使ってますんで、高校灯の点灯とかですね、そういったものもぜひやっていきたいところですよね。意外と裏面はねシンプルなんですよ。手の入れがいがあるキットっていう感じですかね。こちらから始めて本当に好きな人はこちらの72分の1のキットを作ると、機会があったらぜひ組み立ててみてください。こちら72分の1のキットにも、日本限定サービスで大役がついてますので、ちょっと見てみましょうか。はい、こちらちゃんと72分の1のオリオン号ってなってますね。マニュアルに合わせて大役が載ってるという感じですね。客室って書いてあって、こちらにも客室って書いてある。こちら大役表の方なんですが、例えば11番が客室のルーフパネルになってるんですが、マニュアルの方はトップが10になってトップの10になってますね。座席が21になってるんですが、こっちは14になってますね。客室全面パネルが12、これは合ってますね。これはプラッツさんやっちゃいましたね。プラットさん見てます？番号違ってますよ。こっちが350分の1のオリオン号ですね。こっちの方の番号は合ってるみたいですね。ちょっと残念でしたね。